和の暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。年中行事親しんでいますか？遠い昔から繰り返し行われてきた年中行事。その行事の中には日本人の心の根っこが息づいています。この動画は年中行事のしつらいを通じて、ああ日本っていいなぁと季節のささやかな幸せを感じる和の暮らしの楽しみを紹介しています。今回のテーマは節分と立春です。早速ですが、今日の材料の紹介をしていきます。節分といえば豆を売って鬼退治。豆、大豆を用意しましょう。豆は香ばしい香りが立ち、こんがりするくらいいってください。なぜ豆をいるのか、それは後で説明しますが、今日の大切なポイントとなります。豆はいるということを覚えておいてください。次にイワシです。イワシの頭も信心からなんて言葉があります。節分といえばヒイラギイワシ。イワシは匂いが強い魚。鬼はこのイワシの焼けた匂いを嫌って逃げていくとか行かないとか、そんな言い伝えがあります。イワシを焼いてその焼けた匂いで鬼を払いましょう。節分の鬼払いの形やものも他の行事と同様、地方によっていろいろな形があります。ですが特に豆、ヒイラギ、イワシは日本の広い地域で共通して見られるものではないでしょうか。では、いつものように行事のしつらいを通じて時期をめで和の暮らしを楽しむ3つのエッセンスを紹介します。1つ目は豆の役割、2つ目は鬼の正体、3つ目は春を迎える。この3つのお話をしていきます。豆まきは鬼を払って福を呼び込むために行います。良くないものを豆で払います。今日の最初、材料紹介のところで豆はいってくださいとお話をしました。なぜ豆をいるのか、ここがとても肝心です。豆をいる行いにはどうやら災いを払う意味があるようです。例えば一つ挙げるとこんな言われがあります。いるという言葉は矢をいるのいると同じ音です。いることで邪気を払う、やっつけるという意味を持たせているのではないかという言われがあります。それとか豆という言葉に当て字をします。魔物の魔、滅するの滅、いることで魔を滅するというふうに豆をいる行いは厄を払うと同義とするということになるでしょう。ちなみにいった後、豆をマスに入れて豆まきをするのですが、このいった豆は福豆というふうに呼ばれます。ところで皆さん、鬼の正体ってなんだかご存知ですか？ここで言われる鬼は災難や疫病など良くないことを言います。つまり節分行事では災いや病気の化身を節分の鬼とし、それを追い払うことをしているのです。だから妖怪やお化けといった迷信の類のものを退治しているわけではありません。例えば鬼の正体の一つに冬の寒気がもたらす災いが挙げられます。風邪をはじめとした病気も寒気がもたらす災いの一つですし、日常の暮らしの中で知らず知らずのうちに溜まった疲れもそうと言えます。気が枯れると魔が入ってきます。だからこの魔が鬼ということになります。新しい春を迎えるときに冬の魔、鬼が入ってこないように願いを込めて行いをするのです。その他にも鬼の正体として自分の中に住む悪い心を指したりもします。心の中の鬼を追い払って清らかにする。節分の行いをすることで心の中を一旦リセットするという意味になるでしょう。遠い昔から日本人は節目の時に行いをすることで日常の暮らしにメリハリをつけ、心身ともに健康に過ごそうとしたのではないでしょうか。2月の節分の翌日は立春です。この時、これとともに春の訪れをお祝いしましょう。
豆まきが終わった後と想定し、春が訪れたおめでとうございますという思いを形にしてみました。お福さんに芽を出した紅白の琥珀、おめでとうを物で表します。そしてめでたいの鯛。ところで皆さん、本来節分は4つあることをご存知ですか？1年は大きく分けると4つの季節で成り立っています。ところが一般的に節分行事として行いをしているのはこの2月の節分だけではないでしょうか。日本人は農耕して暮らしを営んできたことなどから寒い冬が終わり新たな春が訪れることはひとしおの喜びに感じていたことが想像できます。これで本格的な新たな一年が始まるというふうに捉えていたのかもしれません。そんな風に思いを馳せると立春前の節分を特別に扱ってきたこともごくごく自然な感じがします。では和の暮らしを楽しむチャンネル2月節分と立春はここでおしまいにしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ああ、日本っていいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは和の暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。